皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。先日、教える技術という本を書かれた甲吾千春先生のお話を聞いてきました。どういう条件で学習者は学んでくれるのか。これについて3つのことを教えてくれました。今日は先生のお話からの学びと感想をシェアしたいと思います。このポッドキャストを聞いてくれている人の中で、先生の仕事をしている人はいますか？先生というか教える仕事ならどんな仕事でもいいです。教えるって結構難しいんですよね。みんなの前に立って教科書を読んで説明するのは教えるとは言いません。小学校や中学校の時って勉強がつまらないって思ったのは先生の教える技術が足りなかったんじゃないかななんて思います。今の時代 AI もありますし、語学学習だったら YouTube でも十分学べます。そんな中、選ばれる先生になろうと思ったら、やっぱり教える技術がいるなと改めて思いました。3つの大切なことの一つは、できたと学習者が感じることです。確かに間違いばっかり指摘されて、できないところばっかり見られると、やる気がなくなりますよね。これは先生がいる、いないにかかわらず、自分で学習している人にも言えることだと思います。少しでもできている、前に進んでいるということを感じることは、学習を続けるために必要なことなんです。モチベーションの維持にもとても大切ですね。それから二つ目は、周りの人とのつながりを感じることです。先生とのつながりや仲間とのつながりを感じられること。一人では頑張れないけど、仲間がいると前に進みやすいですよね。先生はクラスの中で失敗できる安心安全な場所を作って、仲間と練習したり、成長できる環境を作ることも大切なんだなぁと改めて思いました。それから三つ目は自分で決めて行動していると感じることです。先生にやらされてると思うとやる気も出ないし身につかないですよね。これは先生じゃなくても親に勉強しなさいって言われてもやりたくないですよね。誰かが決めて誰かにやらされるのではなく、自分でやりたくてやるというのがやっぱり大事なんですね。学校の宿題についてもいろいろ考えさせられることがあります。復習してほしい気持ちで宿題を出しているけど、やらされている気持ちできっとやっている学生もたくさんいるんじゃないかなとも思います。ですので、うちの学校では宿題は自分で決めてもらっています。量が多いと感じる場合は、できないことをちゃんと私たちに伝えてもらっています。学校で音読の宿題を出しているんですが、これも選択制にしていて、やりたくない人はやっていません。でも、もちろんやった人は、私が音読のチェックをしています。私の学生たちはみんな日本で働きたい人です。私は彼らを応援したいし、みんな日本で働いてほしいって思っています。でも、結局頑張るのは本人たちです。なので、私は彼らが勉強楽しい、もっとやりたいって思ってもらえるような環境づくりをしていこうと思います。
甲吾千春先生に教えてもらった、できたと感じてもらうこと、有能性。クラスで先生や仲間とつながりを感じてもらうこと、関係性。自分で決めて前に進んでいることを感じてもらうこと、自立性。この3つのことをこれからも意識してやっていきたいなと思います。ここからは自分で学習している人へのメッセージになります。一人で勉強していると、このつながりの部分が欲しくなりますよね。やっぱり何かを学ぶときって、コーチや仲間がいた方がいいです。特に語学学習は似たようなレベルの人とつながって、切磋琢磨できることは必要なことだと思います。自分で勉強している人は、このつながりの部分をどうしていますか？私はハロートークのアプリで同じ言語を学んでいる人とつながったり、ネイティブとつながったりしています。最近は AI を使って勉強したりしているので、AI で学んでいる人たちと情報交換をしたりもしています。あと、語学学習のコミュニティに入っているので、そこで同じ時間に勉強したり、自分の勉強したことをシェアしたりしています。勉強するときももちろんですが、人間ってどんな時もつながりを必要としているなぁと改めて感じます。はい。ということで今日はここまでです。今日は私の学びのシェアをさせてもらいました。教える技術の話だけど、これは学習者側にも共感してもらえることじゃないかなと思ってシェアしました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。